おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、ちょっと高輪プリンスに泊まっておりますので、ちょっと後ろの紅葉もお見せしておこうと思います。今日はですね、こちらの生物ですね、古典会場でちょっと描いていたんですけども、ちょっと筆先のほんと細かい描写どうやってんのとか、水彩画ですけども、そういうところを中心にお見せしようと思います。最後までよろしかったらご視聴いただければと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。ちょっと2画面でやっておりますけども、アップで見せる時もありますので、楽しんで見てみてください。生物画ですね、生物画を描いてみました。で、まずこのぐらいのハケを用意しました。これ100円ショップのハケです。平筆みたいな、今回はですね、ちょっと筆の使い方みたいなのに注意して見ていただくと、こういう使い方もあるんやなっていうふうに思えますので、こうやってまず外側から決めるみたいな、こういうことをまずしてみたりとかですね、大きくベタと塗るもちろんこともできますし、縦に使うというのかな、縦に使ったりするととか、こうやってちょっとにじましたり、こういうとこ緊張感を持ってね、モチーフとモチーフの間みたいなの非常に緊張感を持って描いてあげてみたりしてみてください。で、ちょっと濃淡がついていたら濃淡を少しつけてあげて、大胆にギュッといくところを大胆にいってですね、大きなハケも細かいところまで描けます。めちゃくちゃ細かいところは難しいですけど、皆さんにとってその細かさがね、わからないけど、基準がなかなかわからないですけど、細かいとこも描こうと思ったら描けるわけですね。確かにそうですね、プロの人っていうのとアマチュアの大きな差っていうのは筆の使い方かもしれんなっていうことで、今回ちょっと筆の使い方みたいなのに特化して見ていただくと、その見方みたいなの変わるかなと思います。今みたいにね、ベターっと塗って、で、ムラなくするように大きくススッと素早くやる瞬間と、じっくりやる瞬間みたいなのを描き分けてみたりとかですね、してみてください。で、外側から決めるとかね、で、こういう内側のモチーフの花と花の間ですね、これはどこで描いてましたっけ？横浜で描いてましたかね。横浜そごうで描いていたものを撮っていたものをちょっと再編集しておりますけども。で、水をある程度慣らすように、こういう風に動かしたりとかすると、ちょっと平坦に、塗れますので、ムラっぽいようになってしまった人は、このように動かしてみてください。こういうとこね、細かいところの隙間も、ある程度の大きい、ハケとかでかけます。逆にこういうの小さいのでやっていったら、ムラとかできてしまうので、なるべく大きくズドンといくところはズドンと、そして細かくいくところは、細かく同じ筆でもある程度までいけますので、これよくこういうところで書いてたら皆さん驚かれるんですよ。あれ、あんまり筆そんなに変えないんですね。そうなんですよね。このぐらいのハケでもある程度書けますし、最終的には細かい描写のところまで見せていきます。こんな風な筆の使い方してんやなっていうのがよくわかるように、なるべく編集したつもりです。この、花の隙間ですね。ジャーマンアイリスですけどもね、庭で育てていて、今年は実は生物画を描こうと思っていた部分はあったんですけど、なんかあんまり咲いていた時期が一番体調悪くってどん底やったから、あんまり描くために写真とかも撮り忘れていたんで、ちょっと生物画が少なくなってしまったんですけどそういうのもありますよね。僕はなるべく庭とかで育てた花を描いたりとかします。こういうところの筆使いとかをね、ちょっとよく見てみると、なかなか真上からだけじゃわからないので、このように、横から覗き見しているような感覚とかをですね、そしてラウド丸筆とかでもうちょっと微調整してみたりとか、ちょっと細かい描写とかもちょっとしていきます。これが中間ぐらいの筆、だいたい 3,4 本ぐらいしか今回も使ってませんので、そんなにいっぱい使ってませんね。で、ガラスのとこなんか緊張感を持って細い線とか、後ろの木目みたいなのも同時に描きつつ、描いていっておりますけどもこういうところのね、濃くぐっと塗って、そしてまた水で薄めてとか、一個の色をそのままベタっと置くわけじゃなくて、ちょっとずつ変えてみたりとかする瞬間とか、今はある程度一つの色で描いてますけども、そういう瞬間とかも見ることができるかもしれませんので、そういうのも楽しみに見てみてください。ね、ちょっと置いてみたとかね、外側から決めてみたとか、こういうことをしていったりとかしますね。外側から決める、この辺の筆先のね、動きとかはやっぱ現場で見てた人はすごく面白いとかって言ってくれますもんね。実際はなかなかね、動画では伝わらないところなんですよね。これでもだいぶ伝わるようになってきたと思うんですけども、本とかだけじゃ伝わらんから、今度動画の方がよう伝わるかなと。
でも動画よりもやっぱ本物をやったりしますもんね。ライブ配信などとかで、お近くに寄った際とか、ギャラリートークなどで近くに寄った際はぜひね、足運んで見てみてください。そういう時にね、質問とか受けますので、なかなか個展会場でいろいろ絵の質問って受けにくいんですよね。個展っていうのはやっぱりどうしてもね、絵を見たり、するところだったりするのでですね。こういうところの筆使いなんていうのも参考になるかもしれませんよね。で、この辺とかのガラスっていうのはなかなか慎重にいかなあかんですよ。ガラスの描き方の参考にもこの動画はなるかもしれませんよね。ガラスの参考にも、透明感を出すためにどのようにしていこうかなとかっていう感じで描いたり、絵の具を置いてみたり、グラデーションつけてみたりとかしながらですね、ちょっとこういうところ水の濃淡みたいなのも伝わるんじゃないかなと思います。やっぱりどうしてもプロとアマチュアの差みたいなところで考えると、1回の塗りでどこまで自分の仕事に持ち込めるかっていうところがやっぱり何回もやってしまうんですよね。でもある程度決めるときには決めるっていうようなことができるか否かっていうのはアマチュアとプロの差になってくるのかなという気がいたしますよね。乗ってる台のキーとかも書いていっております。一発の仕事の中で、どれだけ自分の、思いを伝えれるか、これが責任という言葉につながってくるかもしれませんしね。だからそれのバリエーションを増やしていくということをするにはいつも書いてる書き方で書くというよりこういうチャレンジをしようかなとか、ああいうチャレンジをしようかなというふうに自分の中でやっぱり意思をしっかり定めてあげないとなかなか難しいところありますよね。こういうガラスとかも、ね、このぐらいの引きだったらなかなか筆先まで見えないですけど、ちょこちょこ筆先まで見せていこう。特に最後の方は筆先を中心にお見せしようと思いますので、そういうところも参考にされてみてください。油絵でも同じようなもんなんですけどね、油絵の絵の具の物質感っていうのはもうちょっと立ち上がってくるというか、薄い絵の具ではなくて絵の具が立ち上がる。また難しいこと言われたわ、ようわからんわっていう感じかもしれませんけど、透明水彩の場合っていうのはある程度平面ですけども、半立体に近いような油絵だと絵の具っていうのがですねできるので、それは本物の絵とか見た方皆さん言いますね。こんな感じになってんねやっていうのはなかなか動画の中だけじゃ伝わらないなというふうに思います。こういうところは横のストローク。あとやっぱりアマチュアの人とやっぱり違いっていうのは、もしかして長いストロークとか大きな面とかっていう、特に長いストロークの直線みたいなのをある程度綺麗に描けるかどうかっていうところなんで、これは結構訓練ですよ。長い線をピシュッと引く。これはね、でこういうところものの隙間みたいなところを描きながら背景とかから攻めてガラスモチーフの主となるモチーフを後の方に、でも周りからしっかり丁寧に決めておいてあげたりする、この筆先とかをやっぱり皆さん注意して見ておいてみてください。こういう細かい描写っていうのはね、なかなか難しいと思うし、なかなか一発で決めれないですけど、やっぱりある程度訓練積んでくると色の混色が早くなってきたりとか、すると思いますし、そして的確に置けるようにもなってくるかなと。ワンチンみたいな、今回これ使ってませんけどね、ワンチンみたいなの用意されるだけでもだいぶスピードが上がってきますので、そういうのも用意されてもいいかもしれません。自分なりの自作でもいいんですよ、全然ね。全て売ってるもんじゃないとなんて思わんでいいので、自分でちょっと作ってみようかなと。家にノコギリぐらいあるんじゃないですか。トンカチとノコギリとがあればとかですね、そういうので自分でちょっと描きやすい状況ってどういう状況かなとかっていうのを作ってみるっていうのもありかもしれません。特に水彩画なんていうのをやっている人はね、いつもだいたいこのぐらいまでのサイズかなみたいなのが決まってたりするかもしれませんし、多く描くサイズなんて決まってるかもしれませんので、そういうのも用意するといいかもしれませんよね。ちょっと葉っぱを描いていってます。で、これから花の方とかも描いていきますが、葉っぱも慎重に描いていっているわけでございます。この辺とかね、筆先の絵の具の使い方とかを、参考にされる方は参考にしてみてください。もちろんもっとね、いろんな使い方とかもしますけど、なかなか動画にはできないので、今回は描きながら何が出来上がっていくのかなという最終的な写真みたいなのは載せずに、このように進めていきました。動画の編集を進めていっております。写真があったらどういうふうに描いていくのかなって思いますけど、こう描いていったらどこ描いてんのかなって、最終的な段階で作品と見比べてみるというふうにしてみて、どういうふうに見えるのかなっていうのを見てみてください。そして花を描いていきます。この辺からも、かなりアップをも
していきます。この辺なんかねもう参考になるんじゃないですか。一発である程度決めるんですが、絵の具のにじみなんていうのも活かしながらですね、濃くしたり薄くしたりね、こういうところですね。この辺なんか逆に濃い花をドーンと置いてみたりとかっていうこととか、筆先のとこ緊張感みたいなの伝わってきますよね。なんかね、緊張ここからここからでもそれでもやっぱりある程度的確に素早く絵の具を置いていきはるなっていう感じかもしれませんよね。だんだんと絵の具を置いてみましたとかですね、水の量なんていうのもこういうので分かる。この辺がねこういうところをお見せしたかったんですね。毛先のところもう本当こんな筆の使い方もうなんかこう書いてても会場で書いてても皆さんすごい遠い距離から見ていらっしゃってね、お恥ずかしいんでしょうね。素晴らしいですね。そういうところがいいですよね。ちょっと絵の具の量とか水とかね、こういうところをちょっと参考に見られてみてはどうでしょうか。チュ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 と書いてみたりとかしながら書いていきました。最後はもうちょっと細い面相筆みたいなのを使って描いていくところというのをお見せしようかなと思ってます。この辺ですね。こういうところ最後ちょっとディティールをちょん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 と筆先のところに焦点合わせて、こんなことしてた水彩画でもこんなことしてはったんやっていうのが伝わるんじゃないですかね。ちょっと静かに見てみましょうか。というわけで、毛先の方に、だいぶ絞って描いていった見せていった動画となります。最後この黄色い花も同じように描いてみせようと思いますけども、筆の相性みたいなのは皆さんあると思いますので、どういう筆がいいのかなとか、これはコリンスキーの筆使ってますけどもなかなか販売が、なくなってくるので、ナイロンとかでもこれぐらいの瞑想筆で十分描けると思いますので、そういうところをぜひ頑張ってやられてみてください。私個人的にはなんか下地の段階からプロセスを踏んでいった方がいいと思うんですけど、なかなか難しいという方は一度なんか密度をぐーっと上げてみた仕事をしてみることも大事かなと思います。それぞれの目的を持ってやらんと上達っていうのはなかなかないので、今は密度を上げてみる作品を今回一回作ってみようと思うと、こんな細かいことできへんってこういうふうに決めつけずに、一回例えばそういう細密描写みたいなことをやってみたりするだけで、その人のこれぐらいまで書けるんやっていう、自信もつくかもしれませんし、密度がぐーっと上がっていくだけでだいぶ印象が変わってきて、でそしたら他の作品とかでもこれぐらいのは書けるんやっていう自信もつくと思いますので、こういうふうにもう花もなんかもう一発でジュ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 ッと決めていっていると。だからその辺をザクッとただ書くだけじゃないような仕事もあっていいと思います。それはもうまちまちですけどね。でもたまにはそういうこともやってみたら自分の書けることがすごく増えたりもしますので、じゃあその時にどういう筆を使ったらいいかなとかっていうことを考えたりですね、できますので、そういうこともチャレンジされてみてもいいかなというふうに思います。ちゃん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 と書いていきます。ね、いきなり部分から仕上がっていくような、この黄色い下地があるからできるっていうことなんですけども、そういうこともこういうのも覚えていかれるといいんじゃないかなと思います。
筆先のところにねだいぶ今回は絞って皆さん見たらちょっとまた印象が違ってきたんじゃないですか。土台も作れてこういうディティールの部分の書き方みたいなのとか大きめの筆の使い方みたいなとかいろんなことを覚えていかなあかんですね。まだまだ勉強せんといかんこといっぱいありますけど、勉強していくことが多いければ多いほどね、体得していくことが多ければ多いほど人生楽しいわけですよね。いろんなことを勉強していく、私もそうですけども、動画なんかの編集とかでもね、どういうふうに工夫したら皆さんが楽しいかななんていうことを考えたりするのが楽しかったりするわけですよね。もう何でもかんでも言われたことしかできないっていうふうにはならないで、自分で今の自分の目的みたいなのをしっかり持って、今自分に何が必要なんだろうかなっていうのを考えるってこと、とにかくそういうことが大事なんですよ。ね、そういうことを考えながら私も次の制作に向けてどういうことをしていこうかなっていうことを考えていこうと思ったりしながら今回の動画を締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただけると幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。細かい描写とかね、なかなか難しいという方もね、ちょっと毛先に集中してやっていくと非常に良くなっていくと思いますので、ただ塗るっていうだけじゃなくて毛先にまで緊張感持って描いてみてください。それではまた。なんでしくね。バイ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 。